コウタです。さえです。今日はバリ島生活5つのデメリットということでお話ししていきたいと思います。それでは世界樹チャンネル始まります。Let's get started! 世界樹チャンネル。それでは早速お話ししていきたいと思います。まずバリ島生活5つのデメリット。1つ目、交通渋滞です。確かに。まあ場所によるけど。場所によるけどでもほとんどじゃない。道が細いんだよね。そう。そのせいだよね。狭くて、バイクしか行けない道っていうのは結構あるんですよ。あるね。だから車で行くとものすごいうわーって遠回りしなきゃいけなくて、車で行くと1時間だけどバイクで行くと20分みたいなところって結構あるんですよね。交通行とかもあるしな。あと夕方の5時ぐらいとか、ラッシュアワーの時間っていうのはものすごく混みます。混んでるね。でこれは、すごいよね、特に幹線道路と言われる、車がいっぱい集中するようなところは、本当動かないぐらいそうだよね。なってる。あれ毎日多分大変のかな。すごいよね。移動する際に余裕を持って、そうだね。かなり余裕を持って、ぜひね、心に留めていただきたいと思います。これが1つ目です。バイクが。はい。そしてデメリット2つ目。これは雨季の時期です。雨季ね。雨季の時期はだいたい毎年12月ぐらいから3月ぐらいまで。この時期がものすごく雨が降る。なおかつ暑い。バリ島は場所は南半球に実はあるんですよ。だから4月から11月だいたい冬なんですね。だけど12月から3月は夏なんで、一番太陽が暑い時期に一番雨が降るという、なかなか居心地が悪い。だから雨降るし、晴れた日はもう日光が強烈で暑すぎるみたいな。サーフィンとかね、海活動する人もその時期荒れるんですね。12月とか1月とか2月は。激しいからね。だからサーフィンとか向かないし、もちろんシュノーケリングなんかできないしということなので、できればその4月から11月に活動していただければと思います。その期間においては4月から11月は本当に最高で、もう天国のような毎日が過ごせるので、楽しんでいただければというふうに思います。でも現地に住んでる人さ、この話聞いたらさ、雨降る時間がさ、そんなにずっとじゃないから、強烈に30分とかね。そうだから意外と気になりませんよって長年住んでる人は言ってたから、移住してくるみたいな人からしたら、もしかしたらそこも気にならないことになるのかもしれないので、大洪水で流されるとかそんなことはほとんどないよね。なさそうだね。あんまり聞いた限りにおいては。他のところはアジアで結構ですね。バンコクで車が埋まったとか、ダナンでもなんかね、川が氾濫したとか結構ありますけど。そういう意味でも災害という部分のところでもいいかもしれませんね。そうですね。意外と大丈夫。という感じですね。というわけで、雨季の時期ということもちょっとご注意いただければと思います。そして3つ目が、水の質が悪いということです。これはしょうがないね。水道水ですね。もちろん飲めない。もちろん飲めない。基本的に海外飲めないところがほとんどなんですけど、それだけではなく、すごい硬水と言われる、カルシウムとかそういうのがいっぱい入っている水で、もう例えばシャワー浴びると明らかにゴワゴワ。ガシガシになるよね。もしかしたら超高級ホテルとかはちゃんとしてるかもしれないけど、とにかく特に長期滞在の宿は水の質が悪いので、ガシガシなるのはちょっともう諦めるしかないなっていう。そういうなんてしっかり潤わせるシャンプーとかトリートメントとか使ってもらって。で逆にだからこそなんですけど、いいのが長期滞在の宿には大体ウォーターサーバーが置いてあって、あれは最高だよね。これが飲み放題。もちろん天然水のね、ちゃんとしっかりした飲料水なんで、それを飲んでもいいし、お湯も出るし、いろんなことに使えるので、めちゃくちゃいいよね。本当に気になる方はそれ使って口ゆすいだりすればいいなと思うので、逆にそれはすごく良かったなっていう。ビラにね、絶対ついてるもんね。ありがたいあれは。というわけで、3つ目が水の質ということで、髪がバリバリになりますよということはご注意いただきます。はい、4つ目。これは完全エリアと場所によるんですけど、騒音問題があるところがある。そうやな。チャングーは結構クラブとかが多いところなんで、場合によってはそのクラブに近いところは音がうるさいっていう書き込みがあったり
クラブとするんでか、あと普通のレストランというか、ああいうお店でも音楽生演奏のとかね、ところもあるから DJ 付きのね、ところあったりとでか。もさ、あれ、なんか大通り沿いとかでそういうのあるけど、ちょっと道それてさ、うちとかもそうだけど、ちょっと道入って奥の方に行ったビラとかってめっちゃ静かだよね。めっちゃ静か。だから我々の、驚くほど違うよね。我々のビザはほとんどもうそういうので苦しんだことはなくて、ねえ。まあ一回ね、隣の塔で貸し切りの塔があったので、そこで、なんか DJ を呼んでやってる人がいたんで、パリピがね、いたから深夜にね、深夜4時ぐらいまで DJ。早速店員さんが文句をつけて、こうやってエアビのオーナーさんに、すごい騒音で寝れませんっていうふうにしたら、ちゃんと交渉しに行ってくれて、本当にありがたかったよね。というわけで、まあ、その場所があるんで、それ多分口コミとか見てればわかると思うんで、そうだね、Google の、ホテルのその口コミだとか、Airbnb とか、そういうホテルサイトの口コミ見てれば、騒音がひどかったですみたいなのあったら、まあちょっと避けた方がいいかなというふうに思います。でも基本的にすごく静かなところが逆に多いです。めっちゃ多いよね。我々住んだところも日本より静か。本当だよね。車もないし、確かに。そういう騒音のところがあるというところだけ注意していただければというふうに思います。はい。はい、というわけで、こちら4つ目です。次はそして5つ目、最後ですね。虫やヤモリ問題ということが女子が苦手かもしれないですね。人によると、これも完全に人によると思うんですけどね。まず蚊だよね。まず蚊ですね。蚊は雨季の時期がひどいです。結構出るよね。結構出る。我々も12月の時は結構苦しめられたかなっていう印象があって、隙間から入ってくる。そう、隙間からとかどこから入ってくるのかわかんない。夜にちょっと開けたりしたらもうすぐ入ってきちゃうっていうことなんで、まあ気をつけなきゃいけないのと、まあ蚊取り線香結構我々はね対応して、あと蚊のスプレー。コンビニでもどこでも蚊のスプレー売ってるんで、そこをなんか外出前にちょっとやっておくとほぼいなくなるっていう。まあそういうのを気をつけなきゃいけない。蚊問題ね。ヤモリは本当にどこでもいるんで。ヤモリは私たちはね、我々可愛いねぐらいの感じの。好きの部類の動物なんでいいんですけど、苦手な人は苦手。虫ね。爬虫類。まあ動物ではないね。爬虫類。爬虫類です。どっちでもいいです。爬虫類だって苦手なさ女子絶対いるから、それからするとちょっとキャーってなっちゃうかもしれないけど。ただまああれは虫を食べてくれるんで、逆にいた方がパトロールしてね。というわけで最後は虫問題、ヤモリ問題ということで5つのデメリットをお伝えしました。で最後にもしかしたらいいのか悪いのかわからないデメリットをお伝えしたいと思います。それは何かというと、やる気が出ないということです。あんまりに快適すぎて。そうなんですよ。もう本当に快適だし、みんな幸せそうにしてるし、周りの人も。で、物価も安いし、自然もいっぱいあるしということで、もういるだけで幸せなので、なんかこのまま向上しなくていいじゃないかとか、すごいお金を稼ごうじゃないかみたいなやる気はあんまり出てきません。だからそれをまあ覚悟してというか、言ったら変ですけど、まあ、ゆったりして、人生を楽しんでいただきたいなという場所がバリ島になります。確かに。ただまあ本当に幸せという意味を考えるとバリ島移住だとか長期滞在は素晴らしいと思うので、そうだね、そんなに多くコストがかかるものでもないので、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。もうビジネスクラス1往復する分ぐらいのお金があったら2ヶ月ぐらいそうだよね、余裕で幸せに暮らせますので、すごくない？しかも別にそんな抑えなくてもね、この節約約するわけじゃなくて、サーフィンもできれば美味しいご飯も食べれれば、いろんな観光地にも行けるしっていうことで、楽しみながらそんなにコストをかけずできる幸せに過ごせるので、最高だなというふうに思います。今デメリットをいろいろ挙げましたけれども、そんなこと全く気にならないくらいバリ島移住、そう無理やり出した素晴らしいもんなんで、もう本当に僕はないです全く。もう我々ね幸せすぎて、6カ国10都市で暮らして、バリ島最高だなというふうに思うぐらいのところなので、本当にそう、ぜひ移住をしていただきたいというふうに思います。移住もしくは長期滞在からぜひねスタートしてほしいよね。そうそう、まあ2週間1ヶ月とかねチャレンジしてみていただきたいなというふうに思います。はい、それでは本日はバリ島移住のデメリット5選プラス1というのをお伝えさせていただきました。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。コメントもよろしく。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。
高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.